純正の18センチから45センチに変わるだけで SWIFT のラジオ感度が劇的に変わる新商品が2026年に新たに登場しました。今回は開発されたイブデザインさんに直接取材してきましたので、色のパターンや取り付けイメージ、実際の取り付け方から取り付け後1ヶ月レビューまで詳しく紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。なんか今日新商品が出たって聞いたんですけど、わざわざちょっとサテンさんに来ていただきましたが、以前はねスイート専用のモバイルホルダーリムロックという商品をねご紹介いただいたんですけれども、今回はサテンさんにねずっとご愛用いただいてるねこのフィンアンテナにちょっと変わるものとしてちょっとね一部の欧州者向けのっぽい、商品をちょっと用意させてもらいました。それがこちらになります。ロングロットアンテナカラー450という商品です。で、どういう商品かっていうと、普通純正のねスイフトの車のアンテナっていうとこういうポールアンテナがねついてるんですけれども、それをねフィンアンテナにここにあるこうフィンアンテナに変えていただくパターンもあれば、今回のようにロングロットアンテナっていって、純正のアンテナはね18センチです。でこのロングロットアンテナ450というのは45センチで、ちょうどねちょっと細いところが長くなってる。そうです。電波を受信するところがね2.5倍。2.5倍、2.5 倍の45センチで、長さにしてあるんで、その分ね受信感度が向上するというそういう商品です。いいですね。でそれに加えてこのスイフト専用カラーにねこの6色塗ってね、このアンテナベースとこのロングロットアンテナ別々の商品ではあるんですけれども、これをね、発売することになりましたのでご案内したいなと思ってます。なるほど、じゃあ早速取り付けていきますか。そもそもなんですけど、このフィンアンテナ、結構がっつり多分8年ぐらいついてるんですけどそうですね、取れますかねこれ。取れます。取れるんですね。取れます。じゃあそこから、やってみましょう。そうですね。じゃあ始めます。基本ね両面テープでくっついてるんで、それをねゆっくり剥がしていきます。で8年ぐらいですけどね、すごいしっかりついてますね。数年1回も剥がれなかったですよ。すごいですね。これ 3M の両面テープなんですけど、本当にすごいですね。すごいです。しっかり脱脂して、これはすごいわ。これはすごい。そうですか。全くこれはすごい。ちゃんと取れる。普通に取れますね。でもこれだけしっかりついてる。力を入れるといいですね。なんや取れんねや。取れます。けど本当1回も剥がれなかったんで。素晴らしい。よいしょ。これがだからあれか、元の久々に見ましてね。元の本当ですよね。8年ぶりにご対面ですね。8年ぶりぐらいですね。よいしょ。で一旦ネジで外して、端子を外します。これアンテナ丸ごと売ってはるんですか？そうです。なるほど。ってことは元のアンテナなくした人でもいけるっていうこと？もちろんですね。多分これフィンアンテナつけてる人元のアンテナ多分捨てたと思うんですそうですね。取り付けやらせてもらう時は商品の入ってた箱に大事にしまっときますからねって、取っといてくださいねって必ず言うんですけれども、そう絶対多分もうどこ行ったか分かんないんで。そうですね。こんな感じです。じゃあちょっとここの両面テープ含めて外していきます。お願いします。テープめちゃくちゃけど綺麗に剥がれますね。これそういうテープなんですよ。3M の。7年経って剥がしても跡がゼロですね。これが7年経っても綺麗に剥がれるのが 3M のいいところですね。で同梱のねこのアンテナに入ってるこれアルコールクリーナーなんですけど、これでちょっときれいにすると。けど全然拭いたらあと分かんなくなりましたね。そうですね。じゃあいろんなパターンやっていきましょうか。まずはじゃあそのアンテナとアンテナベースの色は一緒のパターンで6色いきましょうか。そうですね。それが一式。色何種類？6色です。6色で、これが発売した直後にすごく問い合わせをもらって、ZC33 のスイフトスプスのカラーでブルーのもう1色、フロンティアブルーパールメタリックっていうカラーと、ファイナルエディションです。そうです。それと、あとオレンジ、フレームオレンジパールメタリック、この2色についての問い合わせがめちゃくちゃ多かったんで、それ増やすことにしました。ちょっと時間ください。なので今6色ですけど、近いうちにもう2色増えると思っててください。そしたらちょっと一旦僕の車で全色フィッティングをやってみましょう。お願いします。でここにねまず最初にその商品の中に入ってる 2mm のゴムスペーサーっていうのがあって、それをこの根元にギュッギュッと入れ込んでもらいます。こんな感じです。商品のこの、アンテナベースのこの中身には本当は両面テープついてるんですけど、これ今はちょっとフィッティング用なんで載せるだけですけれども、取り付けは後で実際やってみますので、まずはフィッティングの方をさせてもらいます。よいしょ。
すごいですね。フィッティング完璧じゃないですか。ありがとうございます。テープなしで。マジで。で黄色、このブルーのね、はい、スピーディーブルーパールメタリックっていうボディカラーにイエローをつけると、でさっきのスペースを挟むことで隙間がゼロになりましたね。そうですね。素晴らしい。はい、こんな感じです。さすがですね。ありがとうございます。素晴らしい。はい、じゃあ次はね白、ピュアホワイトパールっていうカラーです。もう付け方もかぶせてアンテナを締め込むだけ。そうです。締め込むだけです。ってことはもう取り付けはものの3分ぐらい。そうですね。3分もあればもう十分ですね。ですよね。はい。でこれがプレミアムシルバーメタリック、プレシルと通常言われてるやつですね。バーニングレッドですね。めっちゃ濃いな。はい。でこれ赤を差し色にしているお客さんで付けられる方が多いということが分かりました。同じね。同色です。まあ基本同色にする人が多いかなと勝手に思ってましたけども、馴染んでしまうというか、アクセントという観点でいうと色を変えるよりかちょっと弱い感じしますよね。で一番売れてる黒、黒がやっぱ人気ですか？はい、一番売れてますね。売れてんね。はい。だからそのボディカラーと黒のツートンでやる方とボディカラーが黒の方、まあ両方といらっしゃると思いますけど、まあこの辺の艶ありの黒とはめっちゃいいし、いやもう本当にいいと思うんですよ。本当にいいですか？ありがとうございます。次はアンテナベースは黒で、アンテナ自体はボディカラーのこの組み合わせでちょっとやってみますね。そこの色の組み合わせは自由なんですか？自由です。それ買うときに色を選べるようになってますね。選べます。はい。そのアンテナとアンテナベースの色を同じカラーで買う方もいれば、約半数ぐらいですかね、別々の色で買うっていう人もいますね。はい。こんなイメージです。でこれが黒青ですね。そう、黒青です。これと逆のパターン、いきましょう。はい。でこれがその、ボディカラーがアンテナベースで、アンテナ黒。なるほど。はい。多分これやったら黒の方がなんかやってる感は出ますよね。そうですね。だからさっき言ったように同色って馴染んでしまうというそれメリットって考える人もいれば、馴染んじゃうのはちょっと面白くないなって思う人もいるんでね。そうですよね。はい。そうやね。やっぱ黒やな。じゃあ黒でお願いします。はい、承知しました。はい。じゃあそしたら今から取り付けということで。はい。じゃあ正式にちょっと取り付けていきます。はい。はい。では、このアルコールクリーナーで、アンテナ周りを脱脂していきます。そのアンテナベースカバーの両面テープの、つく場所っていうのはこの両サイドだけなんですね。この反対だけなんで、それ以外は脱脂する必要はありませんので。そして、さっき言ったようにこのアンテナのこの中に、両方と剥離フィルムがあるんで、それを剥がします。はい。じゃあやっていきましょう。はい。上からかぶせて、はい。で貼り付くのはこの両サイドなんですから、ちょっとこうグッと押さえていただきながら、で真冬はそのテープがちょっとくっつきにくいんでドライヤーで温めたりだとかってする必要があったりするんですけど、まあ今3月なんでねだいぶ暖かいんで大丈夫だと思います。そのドライヤーで温めるときはその根元の先の樹脂のところをちょっと温める感じですかね？いえ、このアンテナベースにくっついている両面テープを軽く人肌程度に温めた両面テープを温める。それで OK です。はい、これで OK ですね。この、2ミリのこの、ゴムスペーサーをつけます。もうそれだけで？それだけです。で今そこまで最後まで回してもらって、完成です。はあ。これあれですかね、アンテナ前にもできる？はい。でこのアンテナ自体が実はこう前にもできますし後ろにもできる設定になってるんで。後ろにもできるんですね。後ろにもできます。なるほど。なんでこれ国産車でも、車種によってはこれ後ろはここまでしか来ないとか、ただ前には倒れるものしかも私は倒れるはずなんですけど、まあこういうふうに一応自在にはできますね。で立中入る時とかは倒してあげて。そうですね。はい。じゃあこれで完成ということで。じゃあ今そのアンテナ取ってもらったんですけど。今までね7年間サテンさんの車にね、つけていただいてたこれアンテナなんですけども、その当初作ってたアンテナと実はマイナーチェンジ、実は今現状のものとちょっと形が変わってます。でちょっっとそれを簡単に説明したいんですけど、これ今色は一緒でほぼ前から見たら分かんないんですけども、そうですよね。前、どっちが僕の古い方です？こっちがサテンさんの方で、こっちが今現行のものですけど、前から見るとほぼほぼ分かんないですよね。似てるかな。でこれ後ろから見ると分かりやすくなってまして、この左が
左がその、初期型初期モデルで、この右側が、現行のモデルなんですけど、ここがカーブバックビューっていうんですけど、ここがカーブしてるっていうシェイプに対して、ちょっとね三角にこうデザインされてまして、結構直角というかまっすぐになりましたね。これちょっとテトラポットみたいなものをイメージしてちょっとデザインしたんですけど、これはテトラバックビューっていう名前にしたんですけど、後ろからパッと見た時にちょっとこう三角っぽく見えるのがいいのかなっていうことでインナーチェンジしたものです。で、中身は全く一緒なんでね、感度だとかそういったのも一緒です。ただこのシェイプが若干違ったものがあります。なるほど。なので6年7年前ね付けられた方っていうと、こっちのねカーブバックビューの付けてくれてる方いまだにねイベントとかに来るといらっしゃいますけども、中にはねちょっとこれ形変わったよねって鋭い人はね気づく人いますけれども、これが初期モデルと今現行モデルの違いです。でこっちに関しては色が、これ艶消しのブラックですよね。この艶消しのブラックはこれ純正色じゃ当然ないので、これが一つだけ汎用カラーでして、あとは現行のスイフトも含めて純正カラーで全部塗装されています。というシャークアンテナでした。じゃあイブデザインさんではシャークアンテナと今回のこのロッドアンテナ、ロングロッドアンテナですね。ロングロッドアンテナの2種類が選べるということで、で、最初冒頭申し上げたようにこのブルーとこのオレンジね、ロッドアンテナで今カラーがないですけど、この2色はロングロッドアンテナでね追加することが決まりましたもんですから、これでなぜないだろうという問い合わせたくさんいただきましたけども、その方今しばらくお待ちいただければご用意できますので。ということで、じゃあ今日はありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。また来ます。よろしくお願いします。ということで、取り付けてから今で約1ヶ月半経ちまして、実際に SWIFT でラジオを聞いてみた結果、結論から言うと明らかに感度が上がりましたね。数年前にディスプレイオーディオに変えてからなぜか FM の感度が悪くなってたんですが、アンテナが長くなっただけで普通に聞けるように戻りました。なんで感度が上がったかというと、純正の18センチから45センチへ約2倍以上大きくなったことで受信感度が上がったからだと思います。知らんけど。なので電波が入りにくい場所にお住まいの方でも、今まで聞けなかったラジオ番組をよりクリアに楽しめるようになると思うので、ラジオの感度でお悩みの方には特におすすめかなと思います。純正アンテナと比べると見た目が大きく変わって、引きで見るとラジコンみたいな感じで明らかにこいつなんかやってるな感を出せるので、純正の見た目に飽きてきた方は交換を検討してみてはいかがでしょうか。ただ1個だけ注意するところがあって、大型リアスポイラーとの干渉ですね。僕がつけているガレージフラックスさんの羽で若干当たるか当たらないかぐらいなので、大型スポイラーを装着している場合、トランクを開けた際にアンテナと接触すると思います。アンテナが当たったからといって傷が入るってことはないと思いますが、大型な羽をつけている方はほぼ確実に当たりますので、そこだけ気をつけてもらったらなと思います。剥がれの心配については、フィンアンテナの動画をめっちゃ前に出した時に何もしてないのにすぐ剥がれたというコメントをいただきましたが、7年間全く剥がれずに取り外す時もかなりの力が必要なほどだったので、剥がれを防ぐポイントは貼り付け前にしっかり脱脂すること。これすることで洗車機や高圧洗浄機を使っても剥がれないので、貼り付ける際はぜひ脱脂してから貼り付けるようにしてください。今回紹介したロッドアンテナ、シャークフィン、その他アンテナの詳細は動画の下にある概要欄に詳細を確認できるページを貼り付けておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。